皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あってよかったいつもの場所に。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月12日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル60でした。おとといと比べると9センチの下げ、着実に低下しているものの、そのペースは鈍化しています。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7390立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒7900立方メートルでした。差分については毎秒510立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの970、三峡ダムもプラス600。今回は両地点とも大幅に増水しています。一方、深夜0時の放流量は毎秒8280立方メートルでした。単純計算すると 27% の発電状況で、9基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。ただし、実際にはフル発電することはないでしょうから、5割と仮定するなら18基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間と比べると、放流量はさらに絞っているようです。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について、1週間ほど前に一旦増やしていたのですが、徐々にその量を絞りつつあります。緑のラインの流入量は直近で増水傾向。上流の観測所はもう一段階流量がアップしていることから、しばらくダムへの流入は増えることになりそうです。ダムに入ってくる量と出ていく量がほぼ均衡状態、水位低下のペースは鈍化しています。西洋チャンネル。久しぶりに衛星写真を使ってダムの状況を確認してみます。こちらはセンチネルの画像で、撮影日は3月10日、つまりおとといのもの。ここまで鮮明に映っていることから、現地の天候はかなり良かったと考えられます。まるで囲んだあたりには泡のような痕跡が見え、発電後に放水された水の流れではないかと。中央のゲートは閉じたままで、開かずの門。また、貯水側にある島へ続く取り付け道路もはっきりと確認できます。こちらは2月13日の様子で、この時の水位は168メートルでした。現在とは4メートルの差。モヒカン島が以前よりも大きくなっています。画像を見比べてもその違いは明らかで、水位が下がってきている状況とも一致しています。次に、船を通過させるための肛門を見てみましょう。前々回の動画でお伝えした通り、3月4日から45日間、2本あるルートのうち、南側の設備の定期メンテナンスに入ったと、官製メディアが報じています。ということでもう少し拡大したのがこちら、南側の肛門の方には船は見られず、茶色になっています。2月の写真と見比べると、その違いがよくわかるかと。さすがに衛星写真では細かいところが見づらいですが、官製メディアの記事にある写真では、5段あるプールの水を全部抜いて、保守のための工事車両が入っている様子が掲載されています。今回の工事は4月17日までの予定。YouTube の動画では、三峡ダムが崩壊の危機にあるといった過激なものがちょくちょく出てきますが、このように衛星画像を見る限り、三峡ダムはまだあるようです。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後1時までの様子。先日まで長江よりも南側で降っていた雨雲はすっかりなくなり、晴れ間が広がっているようです。ダム周辺でも雲が少ないことから、最新の衛星写真がくっきり写ることになります。次に、今後の予想を見てみます。これからダムの上流を含め、長江周辺で雨が降る機会は多くなりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が21度、最低気温が7度で曇りの予報。先日は夏日まで上がり、現地では依然として
高めの気温となっている模様。本格的な春に向け、周期的に長江流域で、水色や黄色そして赤のマークが出る機会が多くなるかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国外相、あらゆるいじめに反対も、名指し避ける、日中関係は日本の選択にかかっている、時事通信が伝えています。記事によると、中国の王毅共産党政治局員兼外相は8日、北京で開催中の全国人民代表大会、全人代、国会に相当に合わせて記者会見した。対米関係の安定化と米中協力を重視する姿勢を示した。トランプ政権を念頭に、あらゆる一方的行動やいじめに反対すると述べたものの、名指しは避けた。日本が台湾問題に手を出す資格はないと述べた。台湾問題は中国の内政だと改めて語り、台湾の祖国への統一という歴史の流れに逆らう者は破滅すると威嚇した。以上、中国外相、あらゆるいじめに反対も名指し避ける、日中関係は日本の選択にかかっている、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国の王毅外相が全人代に合わせた記者会見であらゆるいじめに反対すると述べたという報道ですが、公の場でいじめという言葉が登場すること自体、違和感を覚えた方も多いのでは。しかもアメリカの名前は出さず、遠回しな表現にとどめている一方、日本に対しては台湾問題をめぐって、名指しで批判するという姿勢を見ると、完全にダブルスタンダード、矛盾だらけです。最近の彼の発言を見ていると、日本に対しては世界各地で強い言葉を繰り返しながら、アメリカには配慮した言い回しを使う場面が目立つようにも感じます。月末には、トランプ氏の訪中が予定されているとも言われており、あまり刺激しない方がいいという背景があるのかもしれません。中東情勢の緊張が高まる中、あちらさんはエネルギー面でも影響を受けやすい立場と言われています。中国が関与してきた国々の軍事装備が、実戦で役立たずに終わり、こちらも国際的な評価はだだ下がり。オウンゴール続きのため、強い言葉で外に向けて発信する場面が増えるのも理解できなくはありません。弱い犬ほどよく吠えると言いますから、日本としては既読スルー、距離感を持ちながら適当にあしらっておけば、勝手に相手がこけてくれるのを見ているだけでいいかと。日本の気象状況について確認します。こちらは、深夜0時までの6時間のレーダーの実績。北海道の釧路あたりに雨雲が出ています。ニュースによると、太平洋側は降水確率は低く、九州や日本海側では少し高めとのこと。PM2.5 の予想を見ていると、比較的日本は影響が少ないものの、スギ花粉の方は結構飛散しているという報道も。それにしても予想とはいえ、大陸はほんと空気が汚染されていますね。クリーンエネルギーがどうのこうのと盛んに言っていますが、これが現実です。なお、日本には直接影響はないでしょうが、フィリピンの東には台風3号が発生しているようです。長江で10年間、禁漁である県。2021年1月1日から、長江では禁漁がスタートしています。深刻な水質汚染が発生しており、漁獲量が激減。乱獲や生活排水、工場排水など、いろいろな原因があるとされています。10年間禁漁ということで、本流と支流も合わせて対象になります。当時、漁師の数は30万人とされていました。禁漁が始まって5年が経過。十分な保証はされたのでしょうか。次の職場は決まったのでしょうか。ダム建設の際に100万人以上が強制移住させられましたが、保証も十分でなかったという話もあります。そういえば、現地カメラの映像が配信されていた頃に、三峡ダムの下流側で釣りをする人が映り込んでいました。おそらく、ルアーで釣りを楽しんでいるのではないかという映像。今ではもう、見られないんでしょうね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。